皆さんこんにちは、まなみです。今回はこちらアルビオンエクシア AL パウダーファンデーションホワイトエクストリーム SPF30 PS3 プラス、こちらサンプルなんですけれどもレビューしていきたいと思います。カラーは6色あるんですが、在庫が1つのカラーしかないとおっしゃっていて、今回は NA201 番ライトナチュラルをいただきました。本当はミディアムオークルとかの方が私の肌には合っていると思うんですけど、そこはご了承ください。カバー力も一応見ていくんですけれども、私の肌よりも明るめのカラーなので本来のカバー力よりは少し落ちて見えてしまうかもしれないんですが、レビューしていきたいと思います。商品の説明としては、キメや毛穴などの影やくすみ、シミなどの色ムラを美しくカバーし、均一な肌色に整えながら澄んだ明るい肌を演出しますっていうのと、あとよれやくすみなど日中の肌変化に対応し、つけたての美しさを記憶しているかのようにファンデーションの美しい仕上がりが長時間持続しますという風に書いてありました。でこちらファンデーションだけではなくて、この下地も入っていたんですよ。こちらはホワイトニングラディアントグローセラム薬用美白美容液メイクアップベース SPF43 PS3 プラス、こちらも入っていたので合わせて使ってレビューしていきたいと思います。はい、それではここから塗っているところをご覧いただくんですが、毛穴やニキビをアップでお見せしていきますので、ご覧の際はご注意ください。はい、ということでまずはこちらホワイトニングラディアントグローセラム SPF43 PS3 プラスを塗っていきます。少しピンクがかった色をしているセラムです。伸ばしやすいですし肌に馴染みます。こんなベタつく感じもないので使いやすいです。はい、半分塗ってみました。塗った方と塗っていない方でそこまで差はないかなと思います。それではファンデーションを塗っていきます。中に入っているパフはこんな感じで少しもっちりしたようなパフが入っています。こちらを塗っていくんですが、私の肌のトーンよりは少し明るいかなっていう感じです。ちなみに色味はこんな感じです。ちょっと見づらいと思うんですけど、ここに塗りました。少しこの手で落としてから塗っていきます。塗っていく前に先ほどセラムを塗ったのでティッシュオフをしてから塗っていきたいと思います。はい、それでは塗っていきます。こんな感じでさらっと塗れて毛穴の黒ずみは薄くなりました。ただマスクをつけた日はここまで毛穴は目立たなかったんですが、この日は少し目立っている印象を受けました。でこの下地とファンデーションの組み合わせは乾燥する感じがなくて、かといって皮脂がすごく出てくるということもなかったので、そこは良かったかなと思います。はい、版画塗ってみました。一応先ほどセラムを塗ったのでティッシュオフしてから塗ったんですが、若干よれているところがあるかなと思います。アップでお見せしていきます。こんな感じで薄付きですね。ティッシュオフしてから塗ったんですが、頬はファンデーションが少しよれていました。こう離れてみた時に表面の毛穴感が目立っているような感じがします。はい、ということで反対側も塗っていきます。はい、塗り終わったのでアップでお見せしていきます。こんな感じで、ここら辺が多分スキンケアとの相性もあるかもしれないんですけど、よれていたりするんですが、でも遠くから見たら全然綺麗に見えます。この毛穴なんですけど、まあまあ綺麗に埋めてくれたんですが、若干こちら側毛穴落ちしている感じはあります。鼻は少し角栓のところで溜まってる感じはあって、こちら側は特に毛穴落ちしているっていうことはないんですけど、よれていたり、あと色がもしかしたら合ってないからかもしれないんですけど、毛穴がより目立つ感じがします。おそらくいつもこういうパウダーファンデーションを使うときは重ための化粧下地を使って毛穴を埋めてからファンデーションを使うので、そこまで
気にならないんですけど、セラムがサラッとしている感じだったので少し目立ってしまうのかなっていう気はします。ただパウダーファンデーションって時間が経つと馴染んできて綺麗になるので、1時間経過を見ていきたいと思います。でも赤みはナチュラルにカバーしてくれていて、もちろんパウダーファンデーションなので全然見えているんですけれども、綺麗に薄くしてくれている感じです。これはおそらくオークルとかを使っていたらもう少しカバー力アップしているんじゃないかなと思うんですけれども、遠くから見た時の肌が綺麗で今驚きました。やっぱりリキッドと比べると自然な感じになりますね。はい、ということで今日は7時間検証していきたいと思います。こちら3時間後の動画です。おでこはこんな感じで、頬はそこまで変わっていないんですけど、ほうれい線のところが若干よれてきたかなと思います。鼻も少しツヤっとしてきたのと、あと頬もこうツヤツヤしているんですけど、毛穴落ちはないんですが、よれはそのままっていう感じです。こちら5時間後の動画です。おでこはあまり変わらずで、頬も皮脂が出てきてテカったりっていうのはなく、あまり変わっていないかなと思います。ただ鼻は少し皮脂が出てきていて若干テカり始めているかなと思います。でこちらもよれているところはそのままですね。くすみとかは確かにないですね。時間が経っても綺麗なままです。こちら7時間後の動画です。おでこは少しテカり始めてきました。頬はそこまで変化はないかなと思います。ただ鼻の皮脂は量が増えています。あとこのほうれい線のところもちょっとテカってきているかなっていう感じがします。こちら側の頬はそこまで変わらずっていう感じで、顎ら辺もそこまで変わっていないです。それではティッシュオフをしてファンデーションを塗り直してみます。やはりパウダーなので少しパサッとする感じはありました。滑らせて塗るとよりパサパサしてくるので、スポンジを置くように塗る方がいいかなと思います。メイク直しが終わった肌がこちらです。どうしても厚塗り感は出てきたかなと思います。あと先ほどもお伝えした通り少しパサッとしている感じに仕上がりました。それではマスクを4時間ほど着用した日の動画をご覧ください。まずは同じように下地を塗っていきます。下地が塗り終わったらティッシュオフしていきます。この日はそこまで毛穴が目立たなかったんですよね。なので毛穴が目立つか目立たないかは正直その日の毛穴の調子にもよるのかなと思いました。はい、こんな感じで仕上がりました。シミとかは見えていて赤みも見えています。ただ毛穴はまあまあ隠れました。こちら4時間半後でマスクは4時間ほど着用していました。おでこはツヤっとしてきていて、頬や鼻のあたりは毛穴落ちしていたりファンデーションが剥がれたりしていたんですけど、リキッドに比べたらまだマシかなっていう印象です。顎はニキビの薬を塗っているので顔向けは実際していないんですが、しているように見えているんですけれども、その他の場所は下地の効果もあり乾燥などは全くありませんでした。
ファンデーションの長所は何といってもパウダータイプなので軽くて肌負担も少ないですし、マスクをつけた時に毛穴落ちが少ないところ、あとこの商品の説明にもあった通り長時間つけていてもくすんでこなかったところが良かったと思います。ただ私の好みからするとカバー力は低めで、毛穴の調子が悪い時はこのファンデーションを塗った方が毛穴の凹凸感が目立ってしまったのと、あと13,200円するのでコスパを考えるとどうなんだろうっていうのはありました。アルビオンのベースメイクの方が値段はお手頃で、同程度の仕上がりの商品があるかなっていう感じがします。私はカバー力あまりないんですけど、アルビオンのホワイトレアエアーも好きで、そちらは5500円なので、あくまでも私はなんですけどそれでいいかなっていう感じがしました。はい、それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。